いただきます。うんめ。すする TV。ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今年オープンシンプルな名前のラーメン店がド誕生しましたということで、こちらです。ドン !JR 福生駅から徒歩5分くらいのところにあります、中華そば麺とスープさんにお邪魔してます。こちら、麺とスープさんは数々の名店を渡り歩いて修行した店主さんが満を持して今年の5月にオープンされたお店です。オープン時からね、その実力は確かなもので、地元の方からの支持も厚く、美しく麺線が整ったビジュアルはガチなんじゃないかということで、早速すすりに行く前に、今回もですね、ズルズルズの面々からたくさんコメントをいただいておりまして、そちらをね、ちょっと読ませていただきたいと思います。885回で訪問された藤丸家の絆の2号店が今年オープンしたので、また遠征お願いします。マジか。絆2号店おめでとうございます。全粒粉の麺が特徴で有料にはなりましたが、白も現役です。全粒粉入りか。藤丸系で全粒粉入りの麺って結構珍しいような気もしますけど、絆さんで前からそうだったのかな。この白っていうメニューなんですけど、藤丸の梶原店に昔あったメニューで、今はね、多分もうこの絆さんでしかすすれないメニューになってるんですよね。白っていうメニューのいわゆるそのラーメンの麺の一部をなんか別皿で提供してくれて、ちょっとこうプレーンな油そばみたいな味になって、いろんなこう楽しみ方ができる、すごくいいメニューなんですよ、白。久しぶりに白すすりたいの全然、絆ですすってもう僕もすってないんで、もう885回って今もう2500回ぐらいやってるからね、もうめちゃくちゃ前もう4、5年くらい前になるのか。時間経つの早いですね、本当にね。少し邪道って言われちゃうかもしれないけど、麺半分とかにして、地方の二郎系とか何店舗かいいとして、これね、確かに、そう、麺半ね、動画でやるのなんか、若干やっぱ、ラーメン YouTuber としてのプライドがあるんですよね、やっぱり。いや、全然皆さんが食べるのは全然いいですよ。麺半分とかにして美味しく食べられるような、美味しくすするっていうのが一番やっぱラーメン大事なことなんで。でもね、やっぱ、すするが麺半分とかにする。それコメントとかでなんか言われるもんね。だって、ラーメン小のボタンを押してるだけなんか言われたこととかありますって、ラーメン小がもう麺 300g ぐらいあるんですよ。なんですけど、やっぱその、二郎系とかすすったことがない人からすると、小盛り食べてんのすする全然なんか食べてなくないみたいな感じになっちゃうっぽいですよね、やっぱり。まあ普段プライベートでそれこそラーメン二郎とか行くときは結構僕麺半とか全然するんですけど、だって毎日ラーメンすすってる上に普通に動画関係なくラーメン二郎とか行ったら、それは麺半とかにしないとね、ちょっと体重とか増えちゃいますからね、やっぱ。気をつけないと。知ってると思いますが、六本木の天宝の投稿を楽しみにしてます。ラーメンしか撮影はできないと思いますが、基本は135ですが、味噌ラーメンもうまいます。うまいですかね、多分。そうですね。天宝さんね、断られちゃってるんですよね、実はね。結構多分あんまメディアとか撮影とかあんま出ない感じのお店なんですよね、おそらく。これ135っていうのが、まあ、いわゆるコールみたいなもんで、麺硬く脂っこくしょっぱめっていうのコールが、135っていうとそのコールのラーメンが出てくるみたいな感じですね。まあ別に家系ラーメンとかじゃないお店なんですよ。普通の、まあ醤油ラーメンなんですけど、そういうコールがあって、昔から通ってる人はみんなもう135、135って言ったりするお店ですね。もちろんプライベートで何度か吸ったことはあるんですけど、六本木にあるとは思えない結構ね、こうノスタルジックな雰囲気の店内めちゃくちゃいいですよ、本当に。いまいち理解してないんやけど、野菜にんにく油ってコールした場合と全部普通でって言った場合と何が違うの？これご丁寧にコメント欄でコメンしてくださってる方もいらっしゃるんですけど、まあほんとこの人の言ってる通りで、全部普通でって言うと、まあ大体その作ったラーメンそのまんまの状態で来るんですよ。なのでまあでも店主さん的にはもうニンニクを入れるのかどうかは知りたいから、ニンニクを入れる場合だったらニンニクで、ニンニク入れない場合はもうそのままでっていう風に言うのが一番いいかもしれないですね。野菜、ニンニク、油ってコールすると、そのコールした分の野菜とニンニク、油が増えるっていう感じで、全部このコメント欄で優しいズルズルズの面々が返答してくれてるんで、こちらを参考にしていただけるとね、コールにももう迷わないんじゃないかと思いますね。そしてね、昨日の動画で、その僕の地元であるね、弘前の夢を語れ青森っていうお店を投稿したんですけど、そしたらね、やっぱ、もう言ってるかもしれませんが、弘前の千之助かなりおすすめですっていう、もう、弘前のジロリアンから、連絡っていうかコメントがありまして。いや、千之助さんもね、ぜひぜひお楽しみにしていただけると思います。はい。地方の、しかも弘前ほどの田舎でやってると、日本を動かしてる首都圏の誰の目にも届かなくなるから、今はいいかもしれないけど、あっという間になんちゃって二郎系になる。まず材料をケチる。それなのに読むのやめよう。誰お前のこと誰が好きなんて話だな。すするさんの好きな客室は何ですか？これ客室でいいのかな？僕ちょっと呼び方わかんないです。私は先行からの上がり最速です。新緑化ありがとうということで。阪神ジブナイルフィリーズですね。日曜日の競馬の話なんですけど、僕は1枠1番のね、サンティテソーロっていう馬を軸にしてたんで、僕は外しましたね。完全に外しましたね。まさかこの3番のね、新緑化っていう馬が入ってくるなんて思ってなかったんで、やっぱリバティアイランド軸で攻めるべきでしたね。今週の阪神ジブナイルフィリーズの圧勝でした。めちゃくちゃ強かった。リバティアイランドっていうのは3着のドゥアイズっていう馬はちゃんとしっかり紐に入れてたんですけどね。ドゥアイズもタコル競馬っていう競馬の YouTube チャンネルのやつを見て、それでちょっと入れとくかと思って入れてたけど、今回もね、たくさんのコメントいただき本当にありがとうございます。普段からね、コメントはもういつでも何でも募集しておりますので、ぜひぜひコメント欄の方にね、コメントをお寄せいただければと思います。それでは本編の方へどうぞ。
さあというわけで麺とスープさん到着しました。本当にめっちゃいい匂いしてきたな。今すごいスープのいい匂いしてきました。ラーメン自体がねすごくいい見た目してて、なんかトッピングを乗せるよりも素のラーメンをねいった方がいいような気がしてるんですよね。もしかしたら2杯すすってしまうかもしれませんが、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ中華そば麺とスープさん、潔いショーケースです。すするは2杯食いを決心し、気になったぶどう山椒と牡蠣の塩そばにシンプルな中華そばもプッシュしました。中華そば麺とスープという店名にもはや中華そばラーメンと言っているような潔さを感じて、いい名前だなとラーメンをすするすするもちょっとだけ親近感を感じます。そんな麺とスープは店主さんがワンオペ1人で回すお店になっていて、店主さんが1人なのに何人にも見えるほど躍動感のある動きでラーメンを作る姿は職人感もあり、踊るように麺上げして麺線を整える姿に圧倒されてしまいます。果たしてどんなラーメンが来るのか、早速塩そばから来ましたよ。いただきます。お、いい匂い。こちらが中華そば麺とスープさんのぶどう山椒と牡蠣の塩そばです。メニュー名通りのシンプルな見た目にラーメンの自信が感じられて、ほんの少し濁ったスープは旨味が詰まってそうで、すでに山椒の華やかな香りも出迎えてくれてるぞってことで、早速いただきます。とにかく香りがめちゃくちゃいい。そんな香り高いスープから一口飲んでみると、うめえ。パカーン。すっきりとしたぶどう山椒の香りが見事に弾けて、海のように旨味が押し寄せる魚介ベースで美しい塩スープに刺激的なアクセントがプラスされて心つかまれるスープ。そうなんです。ここだけの話、実はすする山椒が好きなんです。ここだけの話ですからね。そんなスープから美しく整った麺線を崩さぬように麺を引っ張り上げて、すするも美しくなりたいビューティースースルーズパン。三河屋製麺製の中細麺は喉越しよく、中細麺でもしっかりとコシを感じられる絶妙な茹で加減で職人の技が光っています。スープの持ち上げも十分で心地よく、栗とグラ、修二とアキラ、牛尾と虎のような麺とスープです。さあそれでは海の塩を感じたなら海のミルクも堪能してみようってことで、持つだけで弾力が伝わる牡蠣も食らってみると、ブルンゲルオスの姿のようにブルリンとした牡蠣ははらりと歯が入りつつ、噛めばジュワンと旨味押し寄せ、君に叱られてもまっさらなこの牡蠣を好きというのはロックだなと感じられる見事な牡蠣。そんなトッピングも素晴らしいこの塩ラーメンは、深い旨味を堪能した後味に山椒のしびれが全体の味を引き締めてくれる感じですが、山椒好きのすするも完全に納得の山椒の香りは最後までずっと華やかに香り続け、食べ進めるごとにしびれも強くなっていく尻上がりな塩そば。そんな感じで部屋とワイシャツと私と麺とスープを愛するあなたのためにすすったなら、あっという間に塩そばは完食。麺とスープという店名の通り、しっかり麺とスープを堪能できたなと満足していますが、本日は2杯食い、まだまだいくぜ。ちなみにラーメンの提供は席の目の前にある障子からされるというサプライズ演出で、思わずオス番長かよと突っ込みたくなりながら、シャッター閉まった時にチャンス目引いたら激アツだったことを思い出して、こちらが2杯目の中華そばです。ててー、まさに麺とスープ。これまた綺麗なスープと麺線で、すするの心まで現れそうな美しいラーメンに鎮座するは美しいチャーシューやメンマ。塩そばにすっかり綺麗になったすする、こちらもビューティーにいただきます。まずはブラッキーな醤油色をしたスープから飲んでみると、ジュセイ。まず口に広がるは醤油味。ストレートな醤油スープからは武士系の出汁感をほのかに感じ、表面のネギ油と合わさってまさに醤油スープ。シンプルな味わいながらえぐみはなく、すっと体に馴染む幼なじみなスープです。別にあんたのためにすすってるんじゃないんだからね。というわけでこちらも綺麗すぎる麺にご登場いただき、2杯目もいきます。スースルーチュテイ。麺のうまさは塩そばの時にも感じた通りでやはり素晴らしく、茹で加減など抜群で、ブラックなスープにもこの麺はやはり映えます。ウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズに記憶を消されてもこの麺のことは忘れないでしょう。
さてこんな黒い見た目の割には味が濃いという感じではなく、醤油のキレですすらせるスープと麺を2杯目だろうと勢いは衰えず、ズバズバすすったならチャーシュータイム。これまた綺麗な吊るし焼きのチャーシューをパクリと食らってみたなら、味しみを感じさせながら燻製のような香りも香ばしくてナイスアチュー。愛しさと切なさと心強さと麺とスープをいつも感じながら、メンマなんかも炙られていて一つ一つの仕事の丁寧さに感服して、キレッキレの醤油を感じながら最後までズルズルとすすり続けたなら、バトルラッパーってめっちゃ悪そうな人でもちゃんとじゃんけんするの可愛いよな。そう考えるとどんな怖い人もやってしまうじゃんけんってすごいよなとか考えている間に2杯目も完食です。大変美味しくすすれました。麺とスープという店名の通り、まさに上質な麺とスープをリーズナブルに楽しめる素敵なラーメンでした。それではごスレイ。いや、ありがとうございます。本当に。私なんか麺とスープってなんで麺とスープにしたんですか？これは海苔です。海苔で？僕と友達で吉祥寺の海んちゃまちって居酒屋で飲んでたんですけど、はなんか名前ねえかなと思って、はいなんとか亭にしたいんだけどって。い。おそれはもう古い。はいはいはいはで、なんかないのって言ったら、ラーメンでしょって、麺とスープでしょあ、それで味ちっちゃい。い。あ、めっちゃ海苔で決めたんですね。その席でほんと5分ぐらいで決まった。あ、そうなんですね。いや、めっちゃシンプルで潔い名前だなと思って。もともと僕サラリーマンなんですよ。営業10年やって管理職ずっとやってたんで。あ、そうなんですね。でもそれが嫌だから一人でできる仕事ってなったんで、もしこけたら営業戻りゃいいやっていうスタンスで。あ、なるほどなるほど。釣れなかったら死ねないっしょみたいな。なるほどなるほど。そういうの本当にです。あ、なんか強いな。でもすごい。いや、ありがとうございます。本当に。いえいえごちそうさまでした。本当にありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。というわけで麺とスープさん行ってきたんですけれども、いやーうまかったですね。いやもう最初はやっぱね、もう麺とスープってもうどんだけシンプルな名前なんてもうそれってラーメンじゃねえかみたいな感じで思ってたんですけど、まさにねやっぱラーメンの主役その麺とスープがねこう最大限に生かされている1杯いや2杯ね、2杯いただきましたね。まず1杯目はねもう塩ラーメンからと思ってぶどう山椒と牡蠣の塩そばをねいただいたんですが、あれがめちゃくちゃ好きでしたね。僕結構山椒効いたラーメン好きなんですけど、とりわけやっぱりちょっと山椒の華やかな香りがもう段違い。救急車、もう山椒の香りがもう段違いでしたね。本当にその味覚とかその香りだけじゃなくて、もうなんなら聞こえるぐらい、もう本当にこう五感を刺激されるね山椒の味でした。スープ一口目の鼻をカツンと抜ける感じのねぶどう山椒の香りすごかった。それぐらいねインパクトあって、まあ塩スープなんでねすごくあっさりしてて、でもやっぱりねしっかりこう牡蠣の旨味とか出てるんですよね。麺もね独特の麺線の整え術、ちょっとねすごかったですけど、麺線整え術でね整えられた綺麗に揃えられた麺線もすごく良くて、麺とスープの絡みがもう秀逸でしたね。醤油ラーメンはねなんか店主さんが言うにはこう飽きのこない毎日でもすすれるような一杯をみたいな話してたんですけど、いやでも醤油ラーメンもかなりのハイクオリティで、結構ね醤油ラーメンはむしろこう醤油の当たりが結構カツンとくる感じで、だんだんこうね後半に差し掛かってこう温度が下がっていくにつれて徐々に全体的なこう旨味がどんどんこう強くなっていく感じなんですけど、店主さんもすごく元気な方でねいっぱい喋っていただいて、あと障子からラーメンが出てくるシステムとかね、あれも結構いいですよ。都内の中心部からはねなかなか行きづらい場所ではあるんですが、地元が近いとかね結構ラーメンが好きっていう方はねぜひぜひ行ってみてもいいんじゃないでしょうか。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、中華そば麺とスープさん、ラーメンの中のラーメン屋。今日はこれからジムなのでよろしくお願いします。お願いします。